中国の歴史は古く、その始まりは伝説の時代にまで遡る。その中でも特に有名なのが、三皇五帝と呼ばれる伝説上の統治者たちだ。これは紀元前2850年頃から紀元前2070年頃までの期間とされている。三皇五帝の物語は、中国の文化や思想の根幹を形成する重要な要素となっている。まず、三皇について説明しよう。三皇とは復帰、諸夏、親王の3人を指す。復帰は人間の姿をした最初の統治者とされ、八家を作り出したとされる。八家は後に易経の基礎となり、中国の哲学や戦術に大きな影響を与えた。諸夏は人類を創造したとされる女神で、天地を修復する力を持っていたという。親王は農業と医薬を人々に教えたとされ、特に薬草の効能を自ら試して人々に伝えたと言われている。次に、五帝についてだが、これは皇帝、戦力、国、行、春の5人を指す。皇帝は中華民族の祖先とされ、様々な発明や制度を作り出したとされる。例えば文字や音楽、医学、算数などがそうだ。戦力は暦法を制定し、天文観測を行ったとされる。国は礼儀作法を整備し、音楽教育を重視したという。行と春は特に疎くな君主として知られている。行は洪水対策に尽力し、春はその行から禅譲によって帝位を継承したとされる。この禅譲の概念は、後の中国の政治思想に大きな影響を与えることになる。三皇五帝の時代は、中国文明の黎明期とされている。この時期に、農業や手工業が発達し、青銅器の使用が始まったとされる。また、この頃から士族社会から階級社会への移行が始まったと考えられている。しかし、ここで注意しなければならないのは、三皇五帝の存在や彼らの事績のほとんどが後世の創作である可能性が高いということだ。これらの伝説は、春秋戦国時代以降に体系化されたものと考えられている。つまり、実際の歴史的事実というよりは、理想的な統治者像を表現したものと解釈するべきだろう。それでも、三皇五帝の伝説が中国文化に与えた影響は計り知れない。例えば、皇帝は道教の始祖とされ、親王は中国医学の祖とされている。また、これらの伝説は儒教や道教の思想形成にも大きな影響を与えた。さらに、三皇五帝の時代は中国の神話や伝説の宝庫でもある。例えば、教皇と宿友の戦いや、桑不追事の物語など、多くの興味深い物語がこの時代を舞台としている。これらの物語は、古代中国人の世界観や自然観を反映しており、文学や芸術にも大きな影響を与えてきた。考古学的には、この時代に相当するのは新石器時代後期から初期青銅器時代にかけてだと考えられている。黄河流域では行商文化や流山文化が栄え、農耕や牧畜が発達し、大規模な集落が形成されていった。また、この時期にはすでに複雑な社会階層が形成されつつあったことが、墓の規模や副葬品の違いから推測されている。三皇五帝の時代は、中国の歴史において重要な意味を持つ。それは単なる神話や伝説ではなく、古代中国人の理想や価値観を反映した集合的記憶なのだ。この時代の物語を通じて、私たちは古代中国の文化や思想、そして人々の夢や願いを垣間見ることができる。そして、これらの伝説は今日に至るまで、中国文化の重要な一部として生き続けているのである。